皆さんこんにちは、渡旅です。今回は日本屈指の豪雪地帯として有名な肘折温泉に宿泊します。何度か訪れたことはありますが、冬に訪れるのは初めてなので楽しみです。場所は山形県最上地方の南部にある大蔵村。銅山川沿いに風情ある佇まいの旅館が軒を連ねる静かな温泉郷です。駐車場この先すぐ OK。 こちらを左ですね。こっちか。 OK。 あ、週末やからお客さんも結構いてはるね。はい、到着です。はい、到着しました。到着というか、こっからね、向かうんですけど、羽黒山の五重塔をね、見てみたくて来ました。山形の王道の観光スポットになるんですけど、ちょっとね、一度見てみたくて来てみました。こっから先はですね、長靴とストックが必ず必要になります。事故とか多くて、救急搬送されることも多いみたいなんで、必要になります。で、一応ね、無料で貸し出しもしてるんですけど、長靴とストックを持ってきてるんで、向かいたいと思います。歴史についてはね、全然詳しくないんですけど、国宝ということでね、見に行きたいと思います。はい、こちらですね、入り口は。羽黒山神社。はい、それでは見に行きたいと思います。はい、ここからですね、下っていくようなんですけど、こんな感じの道になります。いや、確かにこれは長靴とストックがいりますね。熊鈴をつけてらっしゃる方もいたんで、一応熊スプレーは持ってきました。はい、じゃあね、向かいます。結構ね、勾配の坂になってます。で、ここからはですね、ちょっと危ないんで、一眼レフじゃなくてね、アクションカメラで撮っていきたいと思います。これは、ストックは絶対いりますね。めっちゃ滑ります。よいしょ。昨日の夜、雪降ったんですかね。雪もね、柔らかくてめちゃくちゃ滑ります。100メートルぐらい進んできたんですけど、このストックの必要性がよくわかりました。で、こんな感じで、まだまだね、道は続くんで、はい、先を急ぎます。いやー、初めて来たんですけど、伝わりますかね、これ。かなり勾配です。訪れたことある人はね、結構いらっしゃると思うんですけど、この雪の日に訪れたことある人っていますかね。おそらく今歩いてるとこはね、階段だとは思うんですけど、もう滑り台みたいな状態になってます。いや、周りはね、こんな感じですごく静寂で、
神秘的な場所です。で、昨日の夜雪が降ってまたね、この木々に積もった雪がすごくね、綺麗です。なだらかな場所まで降りてきました。こんな感じでですね、建物があるんですけど、すべて違う方向に向いてて、なんか異様な光景です。意味とかあると思うんですけど、ちょっと調べてないんでね、詳しいことはわかりません。で、ルートはこっちですね。で、こうやってね、訪れた方の足跡があるんで、迷うことはないと思います。はい、橋がね、見えてきました。積雪がなかったら本当に2、3分で来れるような場所なんでしょうけど、滝があります。よいしょ。滑る。結構ね、お客さんはいてるんですけど、こっちに行く人がいてないようですね。足跡がありません。このね、雪の下はどうなってるのか全然わからなくて危ないんでやめておきます。一歩踏み外すとね、腰あたりまで雪に埋もれてしまいます。結構危険ですね。初めて来たのがこの雪の中なんで、普段がどういう状況なのかもわからないのが怖いです。ちなみに現在の気温はですね、マイナス4度ぐらいなんですけど、こうやって雪道を歩いてるとちょっと汗かいてきます。天然記念物、こちらはですね、樹齢1000年以上の地杉っていう、杉みたいです。めちゃくちゃ立派な杉の木です。全然気づかなくて、今ね、カメラ越しに気づいたんですけど、こちらに五重塔がありますね。めっちゃ近かったです。誰かいらっしゃいます。いや、初めて訪れましたけど、この五重塔には圧倒されます。こちらの屋根はですね、20年に一度改修するそうなんですけど、ちょうどね、去年の2025年にね、工事されたみたいです。次、この屋根を改修するときは2045年になります。この雪では見どころはないと思うんで、ここで引き返したいと思います。はい、戻ってきました。どんどんとね、お客さんが増えてきました。でね、若い人はね、意外といなくてですね、年配の方しかいませんでした。はい、それではね、温泉街の方に向かいます。本当はね、いろいろ回りたかったんですけど、雪もね、結構強くなってきて、で、一応ね、日本屈指の豪雪地帯ということなんで、早めに向かっておきます。すごい道の駅あるね。桃上の里、高麗館、韓国的な感じ。韓国モチーフにした道の駅かな。寄り道せず来とってよかったです。なんかね、吹雪になってきました。もうかなりね、視界は悪いです。
にも見えません50メートル先が見えないですね。今ねお昼の12時なんですけど、ここの現在の気温はマイナス6度でした。これより先山間部雪崩注意。またね吹雪いてきて前が全然見えなくなってきました。これはハイエースの肉でたどり着くことはできるんでしょうか。一応チェーンとかねスコップとかいざという時の、アイテムは持ってきてます。肘折温泉まであと13キロの地点までやってきました。でだんだんとねこの左右の雪の壁が高くなってきました。はい、またね山間部雪崩注意の看板がありました。あと10キロです。うわ、つららがすごい。残り3キロの地点までやってきました。もうご覧の通り、もう雪がすごいです。すごいな。はい、到着なんですけど、開いてるか、開いてる。ここ止めよう。よいしょ。よし。到着です。肘折温泉に到着しました。こちらはですね、観光客専用の駐車場で公衆トイレやバス停もあります。肘折温泉の開湯は807年で、今年で開湯1219年になります。肘折というね、名前の由来は、肘を折った老僧がこの地のお湯に浸かったところ、たちまち傷が癒えたという伝説をはじめ、諸説が縁起として語り継がれています。昔ながらの湯治場として、地元の人はもちろん、観光客からも人気の温泉郷として知られています。肘折温泉街の旅館は20軒ほどあって、どの旅館も源泉かけ流しです。料理も地元の天然素材を贅沢に使った体に優しい郷土料理が出てくるそうなんですけど、自炊場が設けられている旅館も多く、持参した食材や朝市で購入した旬の食材を使って料理を作ったりと、気ままに食事を楽しむことができます。はい。で、すごい吹雪いてきたんですけど、少し温泉街を散策したいと思います。
ちゃくちゃ吹雪いてきました。いや、困りましたね。傘ちょっと持ってきます。傘は差してる人はいないと思うんですけど、ちょっと機材がね壊れちゃいそうなんで傘差していきます。ちなみにですね、今日泊まる旅館はもうすぐこちらですね。人を守る会の会員宿丸屋旅館ですね。はい、こちらねまたチェックインした時にご紹介したいと思います。で、その丸屋旅館の前にですね、こちら共同浴場があります。老僧が使った湯っていうのがこちらの、温泉になります。はい、でその横にはですね、神社があります。こちらは薬師神社なんですけど、雪に埋もれて行くことができません。でこれをねずーっと登っていくと、前回訪れた地蔵蔵っていうね場所があります。そこもね冬季は行くことができないんですけど、めちゃくちゃおすすめの場所です。日本屈指の豪雪地帯っていうだけあって、積雪は本当にすごいです。木の後ろにうっすらと見えるのがですね、本殿になります。ただもう行くことはできません。で、こちらの共同浴場は大人400円、子供300円なんですけど、この肘折温泉に泊まった宿泊客はね、割引券がいただけるそうで、100円でね、入浴できるみたいです。街並みはですね、こんな感じで、めちゃくちゃレトロです。今日泊まる旅館の横も立ち寄り湯ですね。岩風呂が400円。で、金魚湯が600円になります。金魚湯ってちょっと気になりますね。こちらは酒屋ですね。地酒とお土産が置いてるみたいなんですけど、もうこの外から見るだけでわかります。すごい種類のねお酒が並んでます。で、その向かいにですね、こちら郵便局があります。大正レトロな建物です。で、こちらの郵便局の先にですね、こんな感じで旅館街が続いています。酒屋の横にですね、自動販売機があったんですけど、温泉タオルっていうのがあったんで買ってみます。色はねランダムで出てくるみたいです。あ、ピンクが出てきました。こちらは陰線できるみたいです。ただね、この旅館に泊まるんじゃないので、なんか陰線するのは厚かましいんでやめておきます。鶴屋っていうホテルですね。この辺りのね宿泊施設はかなり立派ですね。はい。こんな感じですごい、高い建物がね立ち並んでます。あ、こっちも、酒屋ですかね。地蔵まんじゅうとか売っているみたいです。で、こちらは、お土産屋ですね。あ、こちらの旅館も味がありますね。かなりレトロです。いや、すごいですね。屋根の上から大きな雪の塊を落としてます。で、この辺りもめちゃくちゃレトロです。こんな感じの街並みです。こちらはですね、カフェですかね。で、こちら左側はコンビニのようなもんですかね。お土産とかいろいろ置いてます。で、その隣が精肉店ですね。はい。で、こちらもお土産屋さんで、この辺りは地酒が多いようですね。肘折温泉の名物がですね、朝市みたいなんですけど、冬季はね、開催されていません。開催時期は4月20日から12月上旬で、なんとね、毎日やっているそうです。見たことはないんですけど、おそらくこの温泉街のこの通りにですね、野菜などが並んでて、観光客で賑わってるんだと思います。じゃあね、こっちに行ってみます。こちらはラーメン屋さんです。
ぱり雪がねすごいんで、観光客が出歩いてるっていうのはないですね。わ、つららがすごい。で、こちらは立ち寄り湯で600円でね入浴できるみたいです。こちらは鮮魚店です。いろいろありますね。こちらもあれですね、日本人を守る会の会員宿です。かなり立派な建物ですね。この辺からは、旅館街ではなくなったように感じます。でもこういうとこに共同浴場がありますね。こんな路地裏なのに共同浴場があります。こちらは無人なんですかね。コロナウイルス感染拡大防止のため当面の間閉鎖しているみたいですね。住民以外の入浴をご遠慮いただきますと書いてます。だいぶ期間が経つんですけど、やられてないんですかね。それとももう地元の人オンリーなんでしょうか。で、こちらの共同浴場の横はですね、こんな感じで湯気が立ってるんで温泉だと思うんですけど、雪を溶かすために溜めてるんですかね。この辺りはですね、民家になるんですけど、この先にね、大衆浴場があるんで行ってみます。すごい、この雪の壁、5、6メートル、いやもうちょっとあるかもしれません。こちらがね、井出湯館というね、大衆浴場になります。で、こちらはね、すごくレトロな建物で、温泉と食事がね、楽しめます。はい、こんな感じのね、すごく、立派な建物なんですけど、こちらにね、絶景スポットがあります。残念ながらね、雪に埋もれてこの景色を見ることができません。ここなんですけど、冬はね、積雪がすごいんで、それは仕方ないですね。この先は通れるんでしょうかね。行けなさそうなんで、このね、川の向こうに行ってみます。この辺りはね、雪の壁があるおかげで、風がなくて歩きやすいです。この先をね、さらに進むと、この小金温泉のカルデラ温泉館っていうのがあります。以前入浴したんで、今回は行きません。で、こちらの通りにはですね、こんな感じで穴が開いてるんですけど、どうやらね、今日はここで雪回廊というね、イベントがあるみたいです。どんなイベントかまた夜に来てみたいと思います。おそらくこの辺りがイベント会場だと思います。雪の壁に明かりが灯るとどんな景色になるんでしょうか。めっちゃ楽しみです。わあ、すごい。こんな感じで温泉街を一望できます。こんなね、山奥にあるのに高い建物がたくさんあるのには驚きますね。このね、川のずっと先にですね、石滝温泉っていうね、野湯があります。こんな雪でね、行くことはできないんですけど、雪がない季節でもね、行くのは結構大変でした。いや、ここで生活する人は本当に大変だと思います。すごい綺麗。こっからの景色はすごくいいです。だいぶ雪もマシになってきました。視界もね、結構良くなってきましたね。危ない、こけそうになりました。すごい。ここにも旅館がありますね。
道が一周回ってきました。さっきのね、駐車場ですね。はい、こちらがね、さっき買ったタオルですね。はい、こんな感じのね、あ、これ300円やったらいいんじゃない？いいじゃん。解凍1200年、肘折温泉って書いてます。はい、こんな感じのね、肘折温泉のタオルです。こっちはね、何も書いてません。このタオルの生地はかなり薄いです。はい、まあ、お土産にって思う人はね、ぜひ買ってみてください。いや、また吹雪いてきました。それではね、チェックインしたいと思います。こちら玄関になります。もう玄関入った瞬間にですね、こんな感じの趣のある館内となってます。で、こちらすぐ左手はですね、談話室ですね。こんな感じの談話室となってます。玄関入ってすぐ右手にですね、貸し切り風呂があります。で、こちらはね、扉が開いてたら予約なしで利用することができます。で、こちらもね、撮影許可いただいたんで、入りたいと思います。で、こちら貸し切り風呂の右側にはですね、こちら麦茶用意してくれてます。こちらもね、お風呂上がりに利用したいと思います。2階はですね、客室になります。で、こちらですね、突き当たりの向こうはスタッフルームなんですけど、右側にですね、階段があるんですけど、2階がですね、お食事処で、3階がグランドルーム月山というね、お部屋になります。こちらに進むと、男女別の浴場があります。こちらにはですね、ヒノキの湯とヒバの湯があります。このヒバの湯はですね、露天風呂があるみたいです。ごめんなさい、何時だったか覚えてないんですけど、7時頃にね、男女入れ替えがあるみたいなんで、その時間までに入浴すると、どちらの温泉もね、楽しむことができるそうです。こちら、男女別の浴場がこちらですね。こちらが女湯と、こちらに男湯があります。こちらはね、ヒノキの湯ですね。はい。脱衣所は、こんな感じですね。で、こちら浴槽になります。はい。かなり広いですね。右手には、シャワーが3つあって、で、左手に、大きな浴槽があります。こちらが玄関なんですけど、この正面にある階段を登るとですね、今回宿泊するお部屋があります。それではね、お部屋に向かいたいと思います。はい、こちら右手なんですけど、こんな感じで、くつろげるスペースとなってます。はい。で、雑誌とかもあるんで、ここでね、ゆっくり自分の時間を過ごせます。階段の途中にですね、小窓があるんですけど、お食事会場になるんですかね。で、この階はですね、1号室、2号室、3号室、そしてこちらの今日泊まる5号室の4部屋があります。はい、それではね、早速お部屋の方見てみたいと思います。まず右手がですね、洗面台と、トイレですね。はい。こちらのお部屋はですね、お風呂はついてません。こちらの洗面台にはですね、ティッシュとかハンドソープにコップやドライヤーが置いてあります。こちらは何でしょうか。なんかつまみがあるんですけど、暖房ですかね。何かわからないんで触らないでおきます。
左がですね、お部屋になるんですけど、これは何でしょうか。こちらは開かなかったです。で、こちら左手がですね、寝室ですね。すぐ、こちら、ごめんなさい、もう荷物を置いちゃってるんですけど、こんな感じの、くつろげるスペースになってます。はい。ソファーでも入れるこたつになってます。これはいいですね。はい。こんな感じの、こたつですね。これは家にも欲しいですね。で、こちらにはですね、浴衣ですね。はじめ、チェックインの時に浴衣のサイズ聞かれます。で、その浴衣をね、用意してくれます。で、こちら、バスタオルにフェイスタオルですね。あ、こちらにもアメニティ用意してくれてます。綿棒とかカミソリ、歯ブラシとかがね、入ってます。で、すぐこちらに、床を用意してくれてます。お部屋はかなりシンプルなんですけど、めちゃくちゃ広いです。で、この部屋のギリギリまでですね、スリッパで来ることができます。で、こちら、障子の向こうはどんな景色になってるんでしょうか。特に景色はいいわけじゃないんですけど、ちょっとした雪景色を見ることができます。よいしょ。さっきもこんな場所がありましたね。ここに雪を落とすんですかね。こちらの旅館にはですね、温泉付きのお部屋があったんですけど、どの日にちもね、埋まってて予約することはできませんでした。で、こちらですね、固定まんじゅうっていう、まんじゅうと、こちら入浴券があります。旅館の前にある共同浴場の、割引券ですね、100円で入浴することができます。こちらの共同浴場に行く際、床具をね、使用してもいいみたいです。固定まんじゅう食べてみます。あんこがね、すごく多そうな感じはするんですけど、中はね、こんな感じですね。あ、うまっ。美味しい？めっちゃ美味しい。そこまで甘いあんこじゃなくて、口の中の水分を取られないタイプのおまんじゅうです。いや、これいいですね。こちらがですね、館内の案内図になるんですけど、非常にシンプルな構造になってます。玄関入って右手にですね、貸し切り風呂があります。フロントの横が、談話室になってます。こちらが、食事処ですね。すべて個室になります。玄関正面はですね、もうスタッフルームになるんですけど、そこを左に曲がって直進すると男女別の浴場があります。このお部屋もですね、2階になるみたいです。階段の途中に見えてた通路も2階になるみたいです。今回宿泊しているお部屋がこちらの5号室になります。どれも広いお部屋になるんですけれど、この1号室だけ少し狭いのかなっていう感じですね。3階がですね、お風呂がついているお部屋になります。こんな感じでね、非常にシンプルな館内となってます。モダンな宿って書いてるんで、どのお部屋もですね、このお部屋みたいなモダンな感じなのかなと思います。はい、それではね、入浴したいと思います。はい、内鍵を閉めて OK です。脱衣所はこんな感じですね。はい、すぐ正面には大きな鏡があります。で、鏡の横はね、すぐ、ガラスになってて、内風呂が見えるようになってます。めっちゃいいですね。こんな感じのですね、内湯になります。すぐ、右手にはですね、洗い場があって、ボディーソープやシャンプー、リースは備え付けであります。それでは温泉を楽しみたいと思います。それでは入ります。42度って書いてあったんですかね。外がね、寒すぎて暑く感じるんですけど、
こうやって、入浴してるとね、だんだん慣れてきてちょうどいい温度です。窓開けたらね、すっごく冷たい風が入ってきて気持ちいいです。でこちら右側にはですね、ランプがあるんですけど、夜は点灯するんでしょうか。肘折温泉の泉質はナトリウム塩化物炭酸水素塩温泉になります。お湯はですね、少し濁っているんですかね、ちょっと分かりにくいんですけど、そんな感じの、お湯です。こちらの貸し切り風呂は結構広いんで、本当ゆっくり入れます。めっちゃ体温まりました。次の人が入るかもしれないんで閉めておきます。よいしょ。びっくりするぐらい体が温まりました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。こちらの貸し切り風呂も、大浴場の方も24時間利用できるみたいです。なのでね、好きな時間に入りに行きたいと思います。よいしょ。めちゃくちゃ気持ちよかったです。せっかくなんでね、麦茶いただきます。よいしょ。冷たくて美味しいです。貸し切り風呂にはドライヤーがないんで部屋で乾かします。夕食の時間になったんで夕食会場に向かいます。めっちゃいい匂いしてんな。なんやろうか、楽しみ。8畳でね、すごく広い空間です。はい、こんな感じでストーブもあるんですごくあったかいです。夕食はこちらになります。お酒飲めないんでラ・フランスジュース頼みました。山形県といえばラ・フランスですね。でこちらがね、お品書きになるんですけど、配置してある通りにメニューが書いてあるんで、今まで泊まった旅館で一番見やすいです。じゃあお鍋に火をつけます。こちら鮎なんですけどね、この頭の上がね、ボコッとしてるのは脂が乗ってる証拠ですね。こちらにはですね、山形牛が自分を待ってます。いただきます。100% なんやこれ。美味しい。ただラ・フランスの味がよくわかってないから。こちらが酒かばなめこの大根おろしあえ。あとこちらがですね、かのかのっていうキノコですかねの、ニンニク味噌炒め。こちらがふきの油炒め。漬物にわらびのおひたし。それではいただきます。美味しい。お米欲しくなるわ。お米頼もうか。もう？うん。お米頼もう。かのかのっていうキノコのニンニク味噌炒めです。すごくニンニクが効いてて美味しいですね。最上鴨のキノコ鍋ですね。で、もういい感じになってるんで。よいしょ。えのきとか、しめじとか、いろいろ入ってます。鴨団子っていうんですかね。はい。こんなつくねのような感じになってます。キノコの量がすごいですね。キノコたっぷり。結構あっさりなんですけど、すごくね、キノコの味が出てて美味しいです。ご飯頼んだらいっぺんに来ちゃいました。こちらですね、まず山形県産のつや姫が山盛り入ってます。で、こちら、とろろに、で、こちら、郷土料理の納豆汁ですね。見た目はお味噌汁なんですけど、すごく納豆の匂いがします。で、こちら、天ぷらですね。おかずいっぱい残しといてよかったです。おひつにね、こんなにお米が入ってると思いませんでした。すごっ。いや、すごく脂が乗ってて美味しいです。今日の夕食のメインのお肉をね、食べたいと思います。
お肉はですね、タレとポン酢でいただくんですけど、せっかくね、こちら天ぷらのお塩があるんで、この塩でもね、いただきたいと思います。いい感じに焼けました。一切れがね、むっちゃ大きいです。こうやったらわかりますかね。お塩でね、いただきます。あ、うまいね。美味しい。塩がうまい。次はポン酢でいただきます。どうポン酢。うまいんやけど。美味しい。ポン酢じゃないね。牛肉用ポン酢なんや。酸味はあんまりなくて、ちょっとね、甘めのタレになってるんですけど、めっちゃ美味しいです。米が進みます。こんな山奥のマイナス9度ぐらいの世界の中でご飯食べてるとは思えないですね。納豆汁なんですけど、美味しいんでしょうかね。なんかもう想像通りの味ですね。本当にお味噌汁に納豆を入れた、そのままの味ですね。納豆とかお味噌汁好きな人はね、好きだと思います。自分はこれ、ご飯ぶっかけて食べれますね。まだおひつもね、全部食べきれてないんですけど、お腹いっぱいです。で、お料理もですね、時間を空けて持ってきたわけでもなくね、どっちかというと一気にね、持ってきてもらったんですけど、本当にお腹いっぱいです。デザートはこちら、山形のラ・フランスと小豆ですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。でもね、本当に美味しかったです。ちょっとね、お腹パンパンで動けないんですけど、雪回路を見に行きたいと思います。こんな感じでですね、ライトアップしてます。いや、綺麗ですね。ちなみにこちらはですね、もちろんろうそくではないです。はい。こんな感じの、電池式の、ライトですかね。
常連のお客様方も多数大勢いらっしゃると思うんですけれども、毎年この同じイベント、肘折幻想雪回路2026楽しんできました。今年でねまだ3回目みたいです。今ねカラオケ大会とかあってすごくね盛り上がってます。会場の前にはですねホットワインとかトマトスープとかね、いろいろ販売してて温まることもできます。さっきまでね全然お客さんいなかったんですけど、始まった途端ねどっから来たのっていうぐらい、お客さんが来てびっくりしました。いやでもね幻想的な、雪回路楽しみました。それではね宿に戻ります。今の気温がですねマイナス8度マイナス9度ぐらいで、髪の毛がガチガチに凍ってます。体も冷えたんで大浴場の方に入りに行きたいと思います。それではね楽しんできます。はい、入ってきました。いやすごく良かったです。じゃあねこのままね貸し切り風呂もまた入りに行きたいと思います。空いてますね。よし、よいしょ。この冷え切った体に最高です。もう一瞬でね体はボッカボカに温まりました。体も温まったんで今日はねもうゆっくり寝たいと思います。おはようございます。朝風呂に入りに行きたいと思います。よいしょ。よし。やっぱり朝から入る温泉は最高ですね。こんな早朝から除雪車がね何回も往復してます。めちゃくちゃ気持ちよかったです。目が覚めました。それではね朝食の時間になったんで向かいます。はい、ありがとうございます。どうぞ。よいしょ。あ、いい匂い。朝食はこちらになります。朝食もねメニューが見やすいようになってます。鮭とか赤こごみの油炒め、山形名物の玉こんにゃくで、こちら蛇腹大根っていうみたいですね。はい。で雪うるいのおひたし。はい。こんな感じの豆乳豆腐です。でこちらのタジ鍋なんですけど、白菜とほうれん草、しめじのタジ鍋ですね。お味噌汁です。ご飯はねもうついちゃったんですけど、昨日の夜と同じぐらいのご飯の量があります。お茶碗4杯分ぐらいですかね。いただきます。よいしょ。すごいプリンみたいなねこの豆腐お塩でいただくみたいです。あ、結構しっかりしてるね。しみる。朝一のお味噌汁は体に染みますね。ボリューミーな蒸し野菜です。ほうれん草とか白菜でキノコがねたくさん入っています。野菜甘いな。これやったら野菜いっぱい食べれるね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。多いかなと思ったんですけど、すごくねちょうどいい量でした。料理もすごく美味しかったです。はい、それではねチェックアウトの準備をしたいと思います。はい、温泉にも入って朝食も食べてきました。で、こちらのね気になるお値段の方なんですけど、スタンダードのプランと山形牛の霜降りステーキプランっていうね2つのプランがあります。
今回はですね、山形牛の、霜降りステーキプランにしました。こちらのプランで大人2名1泊2食付きで 51,120 円でした。1人当たり 25,560 円になります。スタンダードのプランの方だったら 44,724 円で宿泊することができます。客室もね、そんなに多くないんで、温泉もゆっくり入りますし、貸し切り風呂もあるんでね、ゆっくりとした時間を過ごすことができます。この旅館にはですね、温泉付きのお部屋が1部屋だけあります。で、そちらの部屋はですね、どの日に予約しようとしてもですね、もう必ず埋まってて、すごく人気のお部屋になります。で、これ人気の理由なんですけど、プランはですね、山形牛のプランしかないんですけど、大人2名で同じね、条件というか同じプランでですね、69,700 円なんで、そんなにね、お値段が変わらないんですね。温泉付きのお部屋から埋まっていくそうです。部屋に温泉があるのはかなり魅力的なんですけど、コストを抑えたいんだったら貸し切り風呂もあるんでね、普通のね、お部屋でもいいのかなとは個人的に思いました。ごめんなさい。もう一つ、プランがありました。お値段は一緒なんですけど、しゃぶしゃぶコースっていうのがありますね。全部で3つのプランがあります。温泉も楽しめて、朝食、夕食、ボリュームがあって、すごくいいと思いました。気になった方は、ぜひチェックしてみてください。それではね、チェックアウトしたいと思います。ありがとうございます。すいません、お世話になりました。ごめんなさい。気をつけて。お世話になりました。はい、すいません。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。結構積もりましたね。で、車はね、こちらのマリア旅館専用の屋根付きの車庫に入れてくれてるみたいなんで、雪かきする必要はないみたいです。観光用駐車場のすぐ真横の車庫でした。よし。あ、氷とんなん忘れてた。今からですね、秋田県の方に入ろうと思うんですけど、その手前にですね、滝を見つけたんで、そちらの方に行ってみたいと思います。はい、到着したんですけど、おそらくね、滝に行くまでのルートだと思うんですけど、こんな感じでもう行くことができません。せっかく来たのに、滝の音は聞こえるんですけどね、もう完全に行くことができませんでした。タイヤからね、すごい音がするなと思ったら、もうこの辺が凍ってて、この氷がタイヤに擦れる音でした。でもこれすごいですね。車高の低い改造車みたいになってます。いや、ほんとすごいことになってます。おお車体を叩いてしまいそうです。うわ、気持ちいい。はい、もうそれではね、もう秋田県の方に向かいたいと思います。今回はちょっとね、絶景を、撮ることができませんでしたけども、またね、秋田県の絶景を撮りに行きたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。